皆さん、こんにちは。アジアのウォールストリートジャーナル誌が過去2000年間の世界の不幸50人を調査したことがある。その中、中国からは6人がリストアップされた。では、この6人は誰なのか。今日第6位から見てみましょう。第6位は孫子文です。原籍は広東省文書の出身で、上海に生まれた。父宋家中は、新末民主の実業家、プロテスタントメソシスト派の牧師。彼は孫文の革命を支持した。1949年5月、彼はフランスに渡り、その後アメリカのニューヨークに移住した。1971年4月24日、サンフランシスコの小さな宴会で、食事中に鳥の骨を飲み込んで窒息し、77歳経った。ウォールストリートジャーナルによると、宋の職業は金融業者、政府高官です。収入源は銀行業や詐欺。詐欺ってこの入選理由はちょっと面白いですね。資産は有料株と現金の持つ。入選理由について、彼は1940年代に世界一の富豪と言われた人物である。1923年に中央銀行を設立し、1924年に財務大臣に任命された。彼は中国財政部での権利を利用して、個人資産の大半の外国株に投資し、ゼネラルモーターズの株を保有していた。宋が国家の存亡を利用し、7000万ドルという大金を手に入れたことをよく知られていた。まさに中国民国時代の大富豪である。1968年3月30日に、宋子文が残した書類から計算された。彼の資産が134万9299ドルがあったが、その中に張楽義夫人名義で112万5986ドルあったことが分かった。1971年に宋が亡くなった時、ニューヨーク州政府は彼の資産調査を行った。その結果、彼の総資産は800万ドルに達し、税金の差し引いた後、宋は500万ドルの遺産を張楽義に残していたことが判明した。彼が最も裕福な人物であるというのは少し言い過ぎではないだろうか。第5名は呉平漢。呉平漢の一族は福建省の泉州に住んでいたが、後期年間に広東省に移り、商売を始めた。父の呉国営は商社の帳簿が借りて会計だけでなく、資産運用や投資取引にも携わり、イギリス東インド会社とも多く取引していた。それにより、豊富な経験と財産が蓄積されていました。建隆48年1783年、呉国営は海外貿易の発展のため、投資して岩を設立した。1801年、32歳の呉平漢は父親から事業を引き継ぎ、数年の努力の末に
広州海軍のリーダーの存在となった。中国に多くの不動産や店舗を所有していただけでなく、呉家は米国で幅広い分野、保険分野にも投資を行っていた。また、イギリス東インド会社が経営難に陥った。呉家に融資の依頼をしたからこそ、呉家はイギリス東インド会社の最大の債権者となった。新時代の広州に20年以上住んだアメリカ商人ハンターは、著書広州版記録の中で次のように語っていた。呉平官がどれほどのお金を持っていたかについてはよく議論されていた。1834年、ある時、呉平官は彼の様々な電池、貿易、電報、両替店やイギリスとアメリカに出荷した品物の見積もりを行い、その総額は約2600万メキシコドルにも及んだ。この時、米国で最も金持ち人の資産はわずか700万メキシコドルだった。アメリカの学者マースによると、当時、呉平官の資産は世界最大の商業資材であった。という、1843年9月4日、呉平官は長い闘病生活の末、広州で75歳の生涯を閉じた。当時の呉家の資産は、現在の50億人民元に相当する。第4位、和信。和信は満州成功期の出身。彼は政治家、実業家、詩人であり、清の乾隆年間における中国史上の献身中の一人である。権力を手にした和信は、貪欲になり、その立場を利用して、国の富を大量に自分のものにした。彼は中国史上最も有名な王職官僚と言われている。彼は皇帝に信頼され、大きな権力を持っていたため、朝廷で誰も彼に対抗する勇気がなかった。また、和信は自ら商工業を営み、75軒の質屋と大小300以上の両替店を開き、イギリス東インド会社や関東13行とも商取引を知っていた。国家で実権を握っている人物として知られるようになり、彼の資産は国家に匹敵するほどであった。和信は同時代のメイヤ・ロスチャルドを抜いて世界一の富豪となった。彼にとって人望を手に入れるは簡単なことだった。多くの役人が彼の機嫌を取るために大前をはたいて賄賂を送った。その後、彼は汚職で投獄され、家宅捜索を受けた際、全財産銀8億テールが発見・押収された。これは新政府の15年分の収入に相当する。乾隆帝の死から15日後、嘉慶帝は和信に白綾1本を与えて、自害させた。第3位、明時代の琉金。琉金の収入源は和信と同じように汚職からだった。琉金は陝西省広平の出身です。琉金は政治的な才能があり、中国明代中期、清徳帝の時代に重要な宦官であった。彼はその地位を乱用し、巨額資金の汚職をした。
実際にどのくらいお金を得たのか。統計によると、琉金の開拓捜索で合計250万レールの金と5000万レール以上の銀が押収され、今のお金と換算すると約38億人民円相当し、明代10年以上国庫の収入に相当します。その他の宝石や人物は数えきれないほどだった。琉金は貪欲で先見な人だった。5年先見の間に反対派を排除し、中心の陥れ、最終的に領地阻止に処された。第2位、クビライ。クビライはモンゴルの出身。彼はトルインの息子でジンギスカンの孫。モンゴル帝国の第5代皇帝である。彼は兵を起こし、宋を殲滅、中国統一した。およそアジアとヨーロッパの東部を支配し、史上前例のない領土を獲得した。彼は人の才能に応じて任用し、儒教を推奨した。彼は都で豪華な金箔宮殿を建てた。マルコ・ポーロが世界旅行で中国に来たとき、幻聴の金色に輝く宮殿に驚きました。また、クビライは紙幣を発明した。1264年、クビライは財貨の計算のために紙幣を使うことを宣言し、それ以来紙幣が流通するようになった。もちろん、紙幣に流通により彼は数えきれない富を手に入れたと言われている。彼は中国で最も多くな臣民、最も広大な土地と最も大きな富を持つ統治者であった。第1位は必ず彼、ジンギスカンです。ジンギスカンは現朝の初代皇帝で、テムジンと言い、テムジンがモンゴルを統一した後、ジンギスカンと崇められた。彼の入選は意外ではないでしょう。ウォールストリート・ジャーナル紙選考によると、ジンギスカンの職業は征服者です。収入源は戦利品から。資産は500万平方キロメートルの土地であったこと。入選理由は、もし富が占有した土地に換算すれば、ジンギスカンは世界で最も金持ちの人物と言っても過言ではないです。確かに私もそう思います。皆さんはどう思いますか？最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。